動画はディズニープラス、原で配信中のドラマ、将軍のネタバレありの動画となっています。本編鑑賞後の視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。IMDB、エピソード9、クリムゾンスカイ、9.7、やばすぎだろ。序盤は高め、2000レビューくらいから安定する。とはいえ普通に評判良さそうだな。9は2000ポスト超えたけど 9.7 を保ってるな。謎にダントツで評価高いぞ。8話の方がインパクトや名シーン感あったけれど、9話は海賊とお姫様の恋、試練、宗教、女の戦い的な要素強くて受けはいいかもね。9話はビジュアル的にも壮大だったし、心理戦描写、アクション、演技合戦などてんこ盛りだったろ。沢井あんな人気じゃね？真田は出てこないし。今回は話の進み自体は地味だけど、結構重要な買い出し言葉の応酬と演出が見てて面白いね。大阪城の出口門がいきなり決闘コロシアム状態になって、映画的に上手い演出だなと思った。お切り下ろされ。はい、忠実に職務執行、すぐ弓でやられる。シュールだな。マリコのなぎなたシーンは一部吹き替えだったね。忍者来たー、でも悪役かよ。相変わらず観客に媚びないな。石堂、根負けしやがったざまみろうと思ったら忍者で襲撃だもんな。とんでもない悪役だよ。石堂の策略としては何がしたかったのかわからん。マリコを切腹させるのと忍者を送り込んで殺すのなら、忍者の方が圧倒的に石堂、大阪方の指示が落ちるだろうに、全部藪重のせいにするにしても、忍者を送り込む意味がわからん。それこそ江戸までの道中でマリコ和幸を、盗賊に襲わせれば、いいのに。石堂は、忍者を送り込んだのは俺じゃない。犯人は今はわからない、と白を切るんだと思う。許可を得て門をくぐる。人質はいないよ宣言で罪。マリコ自害、人質だよ宣言な上の高い人。しかも女を自害させたよ宣言で罪。ってことで城内で皆殺しにするしか手がない状況なの。石堂の小物演出がうまいよねなんか。あ、こいつだけわかってない。あ、こいつだけ変なことしてる、みたいな無能感をしつこくなくさらっと演出してる。藪重活躍しなかったわわら。藪重は何をしたいのか。忍者を送り込んだのは藪重だろ。藪重のことを石堂側につくと石堂に思い込ませておいて、最後の決戦で藪重に大砲ドカン打ち込んで石堂を裏切って虎長について勝利。こんな流れになると思っている。関ヶ原の小早川はこんな感じだったよな。藪重は侵入の手引きをしただけなんじゃない？うっかり忍者に殺されそうになってたし、土蔵に入って吹っ飛ばされそうになったのはオウンゴールか？そう？藪重は石堂の忍者隊を誘導しただけ、ただの協力者であって師範ではない。蔵に逃げ込んだのはただの巻き添え自爆。ちゃんと見てない人が多いんだな。はいか、石堂様にお仕えする代わりに死を免じてもらいたいという申し出前と受けたまわったと、されど一つ条件があります。藪重、はぁ、マリコを殺せってことか。だから逃げる時にも見つかりやすいよう門の方へ誘導した。マリコが断ったので自分も土蔵に行くしかなくなった。藪重と藤のスピンオフが見たい。藪重はいくらでもは作れそう。藪重は陰謀を巡らせるが周りの賢い奴には全部見抜かれてる間抜け。間抜けだが生存のための花が異常に効くのでなぜか生き残る。そんな剥き出しさが醜い奴だがなぜか憎めくさせる。そんな藪重を主役にしたらきっと藪重を嫌いになるぞ。藪重は脇役だからこそ光るキャラだね。ずるくて自己中で卑劣でも度胸はあり多少の慈悲や優しさもある。っていう弱い人間の姿がそのまんまだから視聴者が嫌いになれない。浅野忠信がめちゃくちゃうまく演じてるし愛嬌あるからいいキャラになってるわ。いい役もらったなと本当に思う。藪重は単に命の保証のために虎長を裏切っただけでなく、このまま虎長、石堂が和睦したり石堂優位で戦が終われば、自分に何の旨味もなくなって嫌だからワンチャン両者をうまくかき混ぜ、虎長を徹底抗戦状態にして自分の勝ち上げる算段だったんだろうね。藪重が障子の向こうで殺したのは彼の故障？多分そうだね。障子ってめちゃくちゃ作劇的なサスペンスを生むのに便利な道具だと思った。サスペンス映画の曇りガラスの向こうで惨劇が起こるシーンに通ずる。洋画であんな窮屈な演技をしてた浅野忠信がなんかのびのびと演技してる。日本語通じるからな。素の浅野演技は海外でも評判いいらしいね。浅野いい役だな。怪人たちやキリスト教徒から見たら藪重はユダに重なって見えてるだろうね。
シュールなシーンと濃密な感情的シーンが相互に補完し合っているので、充実した没入感を与えていると思った。なあなあ女が切腹するのは変じゃない？切腹じゃなくて心臓付きだよ。今回のはガラシャエピソードを元にしてるんだろう。史実ではガラシャ細川家家老の小笠原秀清に解釈を頼んだ。小笠原秀清はその願いを聞き入れ、細川ガラシャの心臓を長刀で突き、解釈したとされています。解釈人がいる切腹は、罪を得た死罪の時の切腹であり、女性は自害を命じるような死罪はないから、当然、解釈というしきたりもありません。女性が自害を選ぶのは一家心中などの名誉を守る場合がほとんど。ですので女性が自死を行う場合は頸動脈を切ることで解釈を必要としない形で行われます。ですが、躊躇して死にきれない場合がほとんどのため男性がとどめを刺す場合が多かったようです。もし間違いなどがあればコメントで訂正いただけると幸いです。安心がマリコの解釈に立ったけど、あれはありえない。日本刀は青いう刀などと違って軽量だから素人が力任せに振り下ろしても、人の首なんて落とせない。それも覚悟の上ってことだよバカ。解釈の難しさは虎長の幼少期の話で視聴者には説明済み。だからこそ悲しい場面なんだよあそこは、安心しかいないっていうそれでも安心がやるしかないっていう。マリコは爆死より切腹展開のが熱かったと思う。それは石堂が一番困り果てるパティーン。マリコと同意近辺の諸大名が結束する。虎長ニヤニヤフェーズ突入するやつ。自己犠牲な死に方だからマリコ様は天国に行けるんやな。キリシタン宣教師が結局のところ、マリコ様最高に弱ってる時につけ込んでるみたいに入信させてたのが笑った。明智光秀の娘がキリシタンになった理由は史実でも大体そんな感じなんだ。実際は宣教師じゃなくて日本人キリシタンにだけど。そういえば大阪城大広間での並びが変わった。落ち葉の息子が他の大老と同じく狩衣を着て座を占めるようになった。しかも座の中心の席。安心が上下を着て狩衣姿の藪重の隣に座ったのはすごいな安心。いつの間にかオレキレキと一緒に大広間に座を占めるようになった。忍者襲撃場面では安心が役に立ってた。安心は剣術が全然ダメだからどうやって戦うのかなと思っていたら拳銃使ってた。おいおい、金属薬莢の拳銃かとツッコミを入れたいくらいリロード早かったわら。最後に落ち葉の方と八重の垣根の奥にある他人に見せてはいけない本心で語り合った。魔物かと思われた落ち葉の方も人間だったし、道は違えど同じものに抗った戦友だった。二階堂はマリコと対峙すると格の違いを見せつけたな。今回出番なかったあやちゃんだが、嫁爆破された怒りの矛先がどこに向かうか見ものだな。史実の最後が爆破だからそれに習ったんだろうね。史実そのままの方がドラマチックのような文太郎は今後史実通り強戦士になるんだろうね。でも関ヶ原やらないらしいから見せ場ないかも。史実では関ヶ原で150人くらい殺したらしいな。あやちゃん無双。細川忠興ってそんな強いの？クソ強い上に将軍ではほとんど書かれないけど超一流の文化人で利休七鉄の一人。奥さん爆死した後も長生きしたのが、ある意味かわいそうな人。でもちゃんとカトリックのミサで葬式やってるんだよな。だから茶を立てたり、短歌が上手かったりしたのか。原作通り合戦シーンなさそうでがっかり。リミテッドシリーズじゃなくシーズン2でしっかりと合戦を書いて欲しかったわ。大河ドラマの合戦シーンしょぼすぎるから大規模合戦シーン楽しみにしてたのに。合戦ないのかよ。それなら日本でも作れるだろ。小説も旧ドラマも触れてないんだが、今回は話が全然進んでないよな。最終話が大阪城炎上は関ヶ原決戦で虎長が石堂を倒すなら相当駆け足になるだろ。まあ関ヶ原ないのは小説にもないから含めなくてもしゃあない。徳川じゃなくて虎長がそれだけの兵力と国力あったらあんな弱い立場にいないわ。過去の大ヒット作のリメイクっていう大義名分ありきの作品だろ。真田広之も言ってたけど、これを足がかりに正しい日本の作品が増えればいい。ハリウッドってこんだけ日本の描写ができたことでも収穫でしょ。10話はその後この国はこうなりました。私はこの国で生きていくことにしました。終わり。みたいな感じ？関ヶ原や大阪の陣地ら見せ程度的な。このブームに乗じて延期時代劇がハリウッドで量産されて真田さんが頭抱えたりして。やすけ。ひどかったですね。需要に応えただけだ。開始5分で切ったわ。黒人侍という長年待望された題材であり、世界中から期待が集まっていたが実物はロボット、魔法などを加えた SF 作品になっておりました。
呪術廻戦や進撃の巨人を手掛けた MAPPA が制作ということで特に戦闘シーンの作画が期待されていましたが、MAPPA 歴代でも最低と評されました。ワーナーブラザーズがなんかやるらしいね。これやるかは知らんけど。今度やるよ。チャドウィック・ボーズマン死去で止まっていたけどやっと企画が動いたみたいだ。ポリコレに染まる予感しかしない。インチキ日本でもエンタメとして面白ければ許すけどさ。ポリコレ言うならな将軍なんてドストレートにポリコレだが。将軍は正しいポリコレだけど世間で言うポリコレは多様性の押し付けだからな。黒人侍という事実を利用して史実をねじ曲げないかだけ心配だわ。まあ海外でも本命はゴースト・オブ・ツシマでしょ。映画版ゴースト・オブ・ツシマは、ジョン・ウィック、などで知られるチャド・スタイルスキが監督になり、2023年11月時点で脚本は完成の模様。また登場人物は全員日本人キャストかつセリフも日本語を希望しているため、将軍、と同じように本格的な日本描写になることを期待されています。すべての評価は最終話の一撃で決まるというレベルまでドラマ自らドラマを追い込んでいるのはすごい。主演女優がまで吹っ飛ばしてるからな。今までのところムードもへったくれもない。一体、どういう終わり方するのか予想できない。字幕がうんぬん取り沙汰されてるが、おそらくこの高評価にはそれも功を奏してると思う。字幕読んでまでドラマ見たくねえわって提供要素をバッサリ足切りできるからな。結果、思考の弱い脊髄反射劣層からのイチャモンが出ない。日本では金払ってまでドラマ見たくねえわって層が同様に足切りされてる。確かにコアなドラマファンからは評価高ければ評価サイトの点もおのずと上がるよな。大衆向けではないけど見るとハマる人多そうなのにな。この作品に限らずポリコレ配慮してないって粘着して叩いてるのは、黒人侍が出てないから将軍は差別的な作品だ。とか時代背景もわからないような奴らばかりなんだろうな。原作小説はもっと日本人に対する差別や偏見多いけどドラマはうまいことその要素消してはいる。でも展開は変わってるわけではないので変なとこは残っちゃうのは仕方なくはある。それでも真田さんが直してくれたおかげで大分マシになってんだろうな。できるだけ原作を残しつつ脚色した苦心の跡が伺える。8話のあれにしてもキャラや展開的にも納得の良脚色だと思ったよ。脚本がトップガンマーベリックの原案の人だからやっぱりそういうのうまいんだろう。10話で終わるの辛い。もっとやってくれよ。